こんばんは。なるさんこんばんは。のばるさんこんばんは。今日も暑いです。全く雨が降らない日が続いております。困っちゃいますね、こんだけ暑いと。いや本当にやばいね。エアコンをずっとつけっぱなしなのが怖いです。いやちょっと待ってくださいね。あれ違うあった違うボタンをパタパタ。さっき一回配信に9時頃かな勝手に配信のボタンになっちゃって、配信になったのかな、なんか自分の履歴には配信済みみたいのが残っちゃってて、なんかちょっと大慌てをしたんですけど、それをなってることがわからないまま20分ぐらい過ぎてたんですけど、あれ配信されてたのかな。 YouTube 側だけで配信 OBS は設定全然してなかったんで、YouTube 側だけでマイクが入ってたのかな。そのまま20分ぐらい、15分から20分ぐらいそのまま放置されてたんで、慌ててちょっと消したんですけど、だからそれが流れてたのか流れてないのか不明です。削除しちゃったんでびっくりしました。慣れない未だに慣れないっていうのがちょっとなんともあれなんですけどね。今日もガラパンの方出てきましたね。今日ね、韓国人の人が結構多かったんですよね。意外と目についた。ガラパンの街の中でちょうどね、クラウンホテルの方から、デューティーフリーに歩く人が結構何組か見かけましたね。何組かなんですごい多いっていう感じではないんですけど、自分の感覚では、最近の感覚では、いっぱいいるなっていう感じに思っちゃったんですよ。また観光客だなんて。これならこの間昨日かな話してたガラパンで100人観光客に会うまで帰らない企画できそうだなとかって思ったんですけど、ネットの配信自体がネットライブ配信自体が映像がその場の映像を使おうとするとどうしてもコマだらけになっちゃうから、ちょっと難しいかなとも思うんですけどね。うわ、何なんか自分の配信が今携帯になんだろう、自分の配信が携帯に配信って今一瞬映ったんだけど、あれどっか行っちゃった。もう機械物がなんだかよく分かんなくなってきました最近。本当にいろんなことが YouTube 配信するのにも、この OBS の設定いじるとめちゃくちゃになっちゃうし、このコマーシャルみたいなのがこうパチパチ入るのを少なくするっていうか、なんかその設定をした途端にこの間も配信できなくなっちゃって、間違ってたんでしょうけどね、結局はやり方が覚えられないっていうか、今日もねバタバタして
と配信にたどり着いたんですけど、でドル円がなんか不穏な動きというか、今日はリスクオンなのかな、なんか上がってるっていうのを見たけど、なんだかあれですね、1日に最近4円とか3円とか普通に動くみたいな日が続いてる感じを見るとめちゃくちゃ怖いですよね。あれどっちなのって感じだけど、これ今日148円ぐらいまでもし上がっちゃったら、144とか過ぎて144円80セントぐらい過ぎちゃったら、これ上向かいますよね。一回ね、150円ぐらいいっちゃうの？いかないか、148円ぐらい目指して、ここからまた下目指すのかどっちなのか分かんないけど、これは怖いですよね。なんか変な動きばっかしてるから、ゴールデンウィークの時にね、円高になってくれるのがいいんですけどね。ちょっと待ってください。そうだ、ここにこれを書いた方がいいということを教わったんだ。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。少々お待ちください。W が使えなくなってる。ちょっとお待ちくださいね。何これ。ちょっと待って。ちょっと。よいしょ。これをね、コメントをしてくださいって書いておかないと、映像だけが流れてるから、私の場合、私のチャンネルの場合は映像だけが流れてるから、結局パッと見た時に VTuber みたいに人がちゃんといないと、人がいないチャンネルって思われちゃうから、書いといた方がいいよって言われたんで、ちょっと書いてみました。コメントね、コメント欄に一応書いといて、そしたら誰かね、コメント入ってきてくれるかもしれないからっていうことらしいんですよ。だからなんか VTuber の猫でもこう置いておこうかなとか思うんですけど、その猫をどう作るかって調べると、なんかめちゃくちゃ難しくて、自分のうちの猫を動かしたいなって、どうせならって思ったんですけど、めちゃくちゃなんか読めば読むほど難しいから、ちょっととりあえずコメントだけくださいみたいなことを書いておくが一番いいのかなと思って、じゃなきゃ猫貼り付けておくか、ずっと動画に貼り付けちゃダメだよね。口が動いてパクパクしてないと無理よね。
でも猫お姉さん、こんばんは。だんだんまた短くなってますね。ありがとうございます。皆さんいらっしゃいませ。今日はあそこクラウンホテルの前の桜マリンちょっと忙しそうに見えたけど、気のせいかな。ちょっと近寄ってはいけなかったんですけど、お客さんとちょっと一緒だったんであっち側には行けなかったんですけど、なんか忙しそうにしてたように見えましたよ。あの辺がわらわらしてました。多分韓国人のお客さんだと思うんですけど、私も今日ちょっと韓国人の知り合いとちょっと会うんであっちに行ったんですけど、今日も暑いです。本当に暑い。これ雨降んないと困っちゃう。どのくらい降ってないんだろう。1ヶ月ぐらい降ってないんじゃないかな、まともに。めっちゃくちゃ暑いですね。ドル円はどんな感じになったのかな、結局は。どっちに結構上がったけど落とされたけど、なんか上がっていっちゃいそうな雰囲気ですね。もうね、どこで落とされるのか。ニューヨークが始まって落とされるのかな。ゴールデンウィークがね、みんな韓国は関係ないのかな。ドルがとにかく安くなってくれれば、韓国の人も日本の人もサイパンに来やすいんじゃないかなって。そんな安易なことじゃないのかな。安易なことであればね。ちょっと待ってくださいね。どこ行った。どこ行っちゃったかな。あった。ドル円はね、どこでゴールデンウィークに下抜けてくれてれば130円台もありえるから、なんかトランプさんの気持ち次第で意外と動いてるような気がしますよね。昨日あたりもあれ、なんかいじっちゃったかな。私いじった？つながってる？これ映像も止まってるみたいに見えるけど、どういうこと？動いてる。動いてる。よかった、動いてるかな。動いてるかな。なるさん、多分って動いてるね。なるさんがメッセージくれたってことは動いてるってことだよね。よかった。とりあえずね、今ちょっと画像を変えてみたのね。夕日の画像だと止まってるようにしか見えない。皆さん、トランプはドル円上がるの嫌がりますよね。そうね。トランプさんはドルをね安くして、結局アメリカに自分がビジネスマンだから、ビジネスマンでホテルとかいっぱいやってるから、日本人の観光客がやっぱいないっていうのは大打撃みたいなんですよね。で、世界各国に、アメリカにも特に日本人の観光客がめちゃくちゃ減っちゃって大変らしいんですよ。それはやっぱり円高の影響があるんじゃないかっていうことでね。だからこの土日でも上がろうとすると、トランプさんがなんかパソコンの関税はやめたとかね、スマホの関税はやめたとか速報を流してたから、ああいうのを
ああいうのでガチャガチャ動きそうですよね。なんか自分がいやいやここ上がっちゃやだと思った時にバッとなんか言えばガンって下がったりガンと上がったり。前前回のもトランプの時に下がりましたよね。すごい下がったことありましたよね。だから前期のトランプさん政権の時も結構ね落ちたり上がったり、トランプ相場っていう言われるだけあってガシガシ動いてるんでボラがひどい状態だからね。この間日経が3万8000円ぐらいまで落ちた時でNISA の人たちなんてちょっと悲鳴を上げて切った人もいるんじゃないかななんて思っちゃいますよね。あれだとあんなに落ちるとやっぱヒヤヒヤする人もいるんじゃないかなって。一気落ちだったからじわじわ落ちてくんならねまだあれしても。深夜さんこんばんは。また何その細かい字夜よろしくって書いてあるのそれ。夜ろしくでよろしく。こんばんは深夜さん、いつもありがとうございます。皆さん仕事柄気になります。仕事柄気になるお仕事なの？ドル円何か仕入れしてるんだっけ？峰さんのお仕事聞いたっけ聞いたっけ。やばい、また鳥って言われちゃう。鳥じゃないんだけど。聞いてないよねお仕事は。大丈夫。鳥なんだけど鳥じゃないよね。大丈夫だよね。なんか仕入れとか輸入とかしてるのかな。そうするとね結構ねドル円半円とかこれ1日に動いたりしてるからめちゃくちゃ気になるよね。半円4円って普通に例えばなんだっけ FX で持ってたとしたって飛んだりなんだり私の仕事〇〇です。うねさんの仕事〇〇なんですね。〇〇なんですね。そうですか。じゃあそのうち教えてください。輸入とかねやってる人は輸入今は何でも気になるよね。関税もしかりだけど90日間中国以外はちょっとストップになってる面もあるけどもともとの関税はもともとからちょっと上がった関税はかかってきてるわけだから 24% はかかるわけだし、日本もあの辺の関税だってなんか地獄だよね。サイパンに住んでる中国の人も中国からいろんなものを仕入れてるから日用品をやっぱ仕入れてるからめちゃくちゃ困るって言ってましたよ。仕入れ値が日本の仕入れくらいと今もし日本から同じようなものを買ったら日本の仕入れぐらいと同じぐらいになるんじゃないかっていうことを言ってましたね今日。で韓国の人とも今日お話をしたんですけど韓国が一番セーフティーなんじゃないかっていう話をしてて韓国が一番関税もつけられない上がらない状態にいるから一番安全なんじゃないのとは言ってたんですけど私が思うに今からだと日本が一番なんか日本円で物を買うのが一番安いし
関税もまあこれほどかからないように止められてるし、一番安定するんじゃないかななんて思うんですけどね。日本のものいいもの多いし、最近は中国のものも韓国のものも結構ね、韓国のものなんかすごい使いやすいものいっぱいあるし、あれなんだけど、いや本当にこの相場は FX やってる人にはウホウホなのかもしれないですね、もしかしたらね。お金があったらやってますね、きっとね。いや本当に暑いんだけど、今エアコンをかけ26度でかけてるんだけど、25度にするとめちゃくちゃいきなり寒くなるんですよ。なんか微妙な状態で、止めるともちろんムワっとしてすぐ暑くなっちゃうし、この間深夜さんが言ってたように止めたりするとエアコン代がバーってかかるんじゃないかって言ってた。なんかそんな気がしたもんね。なんかガーって一生懸命回っちゃって、一回止めるとちょっと寒くても我慢、ちょっと暑くても我慢みたいな状態が今続いてますね。今日はね、今日の映像ねあんまり間に合わなかったから大したものを作ってないんですよね。結構作ってるのがずっと作ってるのがあるんですけど、それが進まない。どこだあれ、これか、これか。もうね、ドコモに行ったんですよ。支払いにドコモに行ったら、月曜日なのに病院はやってたんですけどね、ここは入れないドアも、正面のドアも開いてなくて、料金懐かしくないですか？この日一回閉まったのにまた開いてるんですよね。皆さん、私が10年前の6倍やってられないわよ。やってられないわよね、6倍。20年前の2倍3倍とかならまだなんかそうなんだと思えるけど、6倍やってらんないわよね、それ本当に。いやー、6倍はすごいな。こんな状態になっちゃうんだね。やっぱ円安のせいですよね、結局。こんなに上がってきちゃったから。今日はね、このアメリカンメモリアルパークを散歩してみました。少し火炎樹も咲いてるし、ちょっと他のところを撮ったんですけど、他のところはもう一個の動画につけてるんで、もう少々お待ちくださいって感じで、今日は何かこれといって話すことってないんだけど、そういえばこの間強盗犯で22年の話なのかな、22年ぐらいの話で、ポーカー屋に強盗に入ってその人が逮捕されて、裁判で6年の刑期がついたんだけど、結局勾留したのは刑務所に入れたのは6ヶ月って判決になっちゃって、判決が出たんだけど、6年の判決なのに半年で出てくるんだって。強盗なんてさ、人の人生変えちゃうかもしんないのにさ、その入られた方の人はどんだけ怖い目に遭ってるかって思うと、6ヶ月なんかで出てくんなと思うんだけど、
どうしてこういうサイパンじゃない、日本だって何日本だって3年4年ぐらい強盗したら、強盗って結構罪重いはずなんだけどね。だからサイパンでは軽いみたいですよ。皆さん儲からないわ。税金だけ、何税金だけで1万5,000ドルだわ。泣くよねそれ。泣くね。それは泣きたくなる。それは泣きたくなるわ。ちょっと辛いね。1万5,000ドル。税金だけでね、そんなにかかっちゃうんじゃね、嫌になっちゃうよね。でね、アメリカンメモリアルパークをちょっと歩いたんですけど、ローカル、もうほぼほぼローカルの若い子たちが運動してたり、なんか結構本当に運動の格好して運動してたり、うねさんだからサイパンには行けません来てるじゃないですか、ちょくちょくそんなことはないですよ。それはそれなんですよ。で、アメリカンメモリアルパークはもうなんか若いローカルの人たちが結構本当に本気で運動してたり、マラソンしてたり、シャボン玉飛ばしてる人もいたな。動画撮っていいですかって言ったらダメって言われちゃって、大きいシャボン玉を、大きなシャボン玉をね、普通のシャボン玉じゃなくて大きいシャボン玉を飛ばしてたんですよ。なんかすごいなと思って動画撮りたいなと思ったんだけど、ちょっと聞いてみたらダメって言われたから撮らなかったんですけど、最近ね、海とかでもなんで撮ってんだよとかって言うからね、ローカルの人。この海入ってるところ聞きに行けないよね撮っていいですかとは聞きに行けないのに、なんで撮ってんだよっていう、海から上がって文句言いに来た人いるからね、そういうとこ削除しなきゃなんないから、最近もう海にいる人にもなるべく聞くようにしてますよね。撮っていいってで、撮っていいよって言われた時だけ撮ってるって感じかな。サイパンに行けませんなんて、そんな寂しいこと言わないでくださいね。アメリカンメモリアルパークにどれくらい売りに行ったかな。多分10年とかもっとだな、もっとぶりで、あんまりここに入ったのはまだ3回ぐらいしか私はサイパンに来てないと思うんだよね。あとは全くこの辺には近づかない。なるさん、アメリカンメモリアルパーク何があるの？この建物なんか歴史館みたい。戦争の時のもうやってなかったんですよね今日ね。中入ろうかなと思ったら入れなくて、歴史のあれ昔一回行ったんですよね、この建物の中。フレームツリーもうちょいですね。そうですね、もうちょい惜しいって感じでしょ。もうちょいです。もう少ししたらキャンプカツが出ちゃった。
もう少ししたらねバンバン咲き乱れてくると思うんですけど、まだこの辺だけちょこっと咲いてるだけで、あとのとこは全然咲いてないので、まだ緑が生い茂ってる感じで、フェスティバルが5月土曜日、5月の土曜日からで、深夜さんも参加って言ってたような気がするから、どっちがどっちだっけな、なんかフェスもしもしすいません、あれどっちがどっちだっけな、フレームツリーフェスティバルっていうのと、あれもう一個ストリートマーケットか、ストリートマーケットが5月から始まるで、フィッシングベースでやるのとアメリカンメモリアルパークでやるのと両方あるんですよね。この間話したのに忘れちゃった。何日か前の動画なんでこれ見てくださいもし興味のある方は。動画の音で動画の音でごめんなさい、動画の音が出てんの、すいません。動画の音が出てる、マジで。ごめんなさい、動画の音が出てたのね、すいませんすいません。動画の音消すのも忘れてたんだ、申し訳ない。ありがとう、うねさん教えてくれてみんなそういうもんだとか思ったりしてるからねすいません。動画の音消すの忘れてました。いつも編集の時に消すんだけど、今日は消すのも忘れちゃったんだな。もうこの動画が間に合わなかったらもう今日はライブできないとか思ってて、ちょっとだけ早く短いの作んなきゃなので最初から話してくるちょっとうねさんどっからだ、もし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 、どっからだかわかんないです。なんだっけ、なるさんのアメリカンメモリアルパーク何があるあたりだったっけ。この建物です。フレームツリーもうちょいです。どこまで戻ればいいかわかんないもん、もう。で、とにかく土曜日と、来月の土曜日からと、ストリートマーケットとフレームツリーフェスティバルかな。いや、名前がなんか違った気がするな。ストリートマーケットは一つ合ってるんだよね。ストリートマーケットは、フィッシングベースで開催される5月から。でもう一つは食べ物、食べるお祭りが、名前なんて言ったか忘れちゃった。フレームツリーフェスティバルじゃなかったっけ。そんなのが5月からもう一個始まるっていう感じですよね。気になる方は前の動画を見てください。すいません、忘れましたサイパンダコインがなくなっちゃったんですよ。普通のコインになっちゃったんですよ。うねさんの頃は多分サイパンダコインがあんのかな、ストリートマーケットには。もしかしたら必要かもしれないですよ、サイパンダコイン。でも実際今日本人が来ないからサイパンダが通用しないからね。中国人の人と韓国人の人に
何がサイパンダなんだって言われちゃうから、なんでサイとパンダがつながるのって韓国人と中国人の人には言われちゃうから、あれ日本の人だから通じることであって、今ね韓国人のお客さんの方が多いから、韓国語でパンダってなんて言うんだろうね。またその辺、サイパンダじゃないや、なんかその辺でまたなんか作るかもしれないですよね。韓国の人の方がメインになってるわけだから、本当に日本人見ないもん、全くと言っていいほど見ないですね。アメリカンメモリアルパークにはだから遺跡じゃない、昔の戦争時代のなんかこう資料館みたいのがあるんですよ。それで誰かが説明してくれるっていうことが昔は行われてたんですけど、今はやってんのかな。建物はあるからやってはいると思うんだけど、説明してくれる人とかがいるかどうかは不明です。いくらか払うんだと思ったけどな、忘れちゃったな。観光の人はいくらか払うんだと思うんですよ。2ドルとか3ドルとか、でも忘れちゃいましたね。皆さん、お店のメニューから日本語が消えハングルになってますよね。そうですよね、ほんとそう。一番わかりやすいのがデューティーフリーで日本語が消える、あの頃からやっぱり世間もみんな日本語がなくなってハングルになって、ハングルとか中国語になってましたよね。そう、お店のメニューから日本語が消えて、デューティーフリーの化粧品とかの説明とかももう日本語が全くなくなってて、昔はあったんですけどね、全くなくなってましたね。違う映像なんか、ヨットでも出しておきますか。カヌーでも全くなくなってるんで、本当日本語自体がハングルか中国語もいっぱいあったな。こう化粧品、今じゃないけど去年とかの話ですけど、なんだっけな、何言おうとか思ったんだっけな。あれを忘れてさ、なんだっけなあれ書いた場所を忘れたもうどうしようもないなこれ。書いた場所を忘れましたね。私も今関税の話でもそうなんですけど、スマートフォンやなんかを、スマートフォンはまだいいんだけど、パソコンが今なんか微妙にやばくて、パソコンとか買おうとしたら税金がかかるわけだよね。今何パーかかるんだろう。20%かかるのかな。今20%なのかな。自分で持ってきたり、今まではそういう風に自分で手荷物とかで持ってきたりしてたから、税金とか自分の個人のものだったからそんなかかったこととかなかったんだけど、これからいろいろ恐ろしいことになるのかななんて思ってはいるんですけどね。
この辺のあれこのもう売っちゃったか映像が。海の近くの辺のフレームツリーもまだ今日も全然咲いてなかった。まだ緑がぼーっとしてたんで、リスナーさんにパソコンをおねだりおねだりしてないですよ。パソコンまだ動くもんいいね、うねさんが買ってきていただけるならありがたくいただきますけどいや、まだね、まだ動いてます。動いてますっていうか、これね、この間、いつかな、まだ2、3ヶ月前に、2、3ヶ月経ってない。2、3ヶ月経ってない。2ヶ月ぐらい前に、シルバーと物々交換で、パソコンを手に入れたんですよ。うちのシルバーと。で一応ゲーミングPC なんですけど、モニターがちょっと前の動画見てもらうと分かるんですけど、前の動画で話したんですけど、モニターに線が入っちゃってるんですよ。ちょっとだから見にくい。でも PC 自体はいいものだと思うんですけど、多分 Windows 11だし、インテルなんだっけな、結構7000ゲーミングってやつなんですよ。だから悪くはないと思うんですよね。ゲーミングパソコンなんで、ノートなんですけど、一応ね、物々交換でどういうふうにダメージを食らったものなのか、このパソコンが。うねさん、ひかりさんはトニノスの人、トニノスの人かなかなって感じですね。なってこのパソコンくんがどういうふうにダメージを食らったのかはちょっと不明なんであれなんですけど、パソコンは意外と最近ではないけど、のものだと思うんで大丈夫だと思うんですけどね。モニターだけまた物々交換しようかなと思って、この間モニターが出てた人がいたんですけど、ダメって言われちゃったからあーって何？うねさん、うねさん、ってなんだろう。の先がわかんないです。の先が知りたいなるさん、また出た。もしもしって私はあの時言ったんですけどね出た。もううねさん、連打もしもし、連続もしもしの先が分かんないですよねさんね。海の上は気持ちいいですよね。これが伝統的なカヤックらしいですからね。サイパン来たらぜひ乗ってみてください。30ドルって言ったかな。トニノス、うねさん、トニノスの指輪を20年ぐらいつけてます。すごいですね。偉いですね。シルバー一生ものなんで大切にしてもらえればね、腐るものではないので。だったりなんか蝶番とかあるものならちょっとね、何十年かすれば傷むかもしれないけど、そういうものでない限りは何十年も一生ものなんで
持つものなんで、シルバーもね今高くなっちゃってね、シルバーゴールドめちゃくちゃ上がってますよね、地金が。どんだけ上がんだっていうくらい上がってるから、まがいもんとか入れてるところは安く作れるかもしれないけど、抜けなくなってそのままなんですって。そんなねさ抜けなくなってそのままなの、それ辛いですね。それは辛いな。石鹸でも抜けない。石鹸つけてもオイルつけても抜けなくなっちゃったら大丈夫ですか？それ指痛くないですか？大丈夫なのかなそれ。抜けなくなってっていうのはちょっと笑ってしまいました。すいません。危険ですからね、抜けなくなるっていうのは危険ですから、ちゃんと確認してくださいね。確認してちゃんと見てくださいね。ちょっと待ってください。やっぱ喉乾いた。少々お待ちを。喉がねすぐ枯れちゃうから、コーヒーと水と両方用意して飲んで、喉が早くも喉がおかしい。なるさん、トニーの巣って角のとこら角のとこらちょっとダメだ、意味がそれはわからない。角のとこら、角のところかな。もし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 角のとこら今ないですね。角のところって言ってるんだったら、確かに角のところにありましたね、昔ね。角のところっていう意味かな。多分そうだと思うんで、角のところでした。今はないですね、あそこにね。でさ、DFS の前のとこらです。とこらです。とこらですね。とこら。今度はそれですか。とこらになりました。ちょっと笑えるんだけど、とこらです。うねさん、その後移転しましたよね。しましたね。パセオ・デ・マリアナの真ん中のとこに移転しました。アルさん行きました。角のところ角のところへ行きました。ありがとうございますね。っていうか、そうなんですね。狭いとこに
狭いとこに広いとこですよ。パセオ・デ・マリアナのほとんどお店開けたことないんですけどね。バーの方は開けてたんですけど、トニノスの方はほぼほぼ開けたことないですね。開いてたことがほぼほぼない。ほぼほぼ強盗に入られまくってたんで、あそこ。角のところって言ったら、角のところだと2005年2001年2年ぐらいに2年3年ぐらいになるさん来てるってことかな。その前に来てるってことかな。だと思うんですよね、角のところだと。うねさん、金八横にもシルバー屋ありましたよね。ありましたね。高くない銀センターっていう名前のね、何人がやってたんだけど、なんかね、よくわかんない人たちがやってたんですよね。ありましたありました。昔はシルバーショップ意外と結構あったんですよ。私が来た当初も結構あっちこっちの店でシルバー置いてあったりしたんですけど、だんだんなくなっちゃったりして、昔はね、いろんなお土産屋さんもありましたからね。さまざまな。今だけどデューティーフリーの後ろのところのお土産屋さんなんかみんなお揃いのようになんだっけ、ノニジュースが売ってるんですよ。ノニが売ってるの。一時期日本でもう15年ぐらい経つかな、15年ぐらい前ですよね、ノニが流行ったの、日本で。これ音出てないよね。そうまた動画の音が出ちゃってるかな。これ出てないね。ビーチでも日本人がシルバーや14金のトーリング。ビーチで本当にビーチでいつ、昔の話？私の話ってことだよね。今お客さんいないんだから売れないもんね、売ろうと思っても。いや、なかなかね、昔はいろんなバリとかほどではないけど、やっぱいろんなビーチボーイビーチガールがいたけど、もう日本人の人がほんと消えましたよね。お客がいないから仕方ないんだろうけど。27くらいの話です。いつだそれいつだそれは。それがいつだかちょっとわかんないね。ちょっとわかんないけど、昔っていうことでいいですね。昔っていうことで。いや、昔はね、ほんとさまざまなものが売られて、いろんな人がビーチにもいたんだけども、ぱったりといないし、あと今だけかもしんないですよ、こんな
プライベートビーチを独り占めできる時期、コロナか今の時期かっていうくらいに人がいないから、ホテルのプールもプライベートプール感で使えると思うから、ぜひぜひみたいに言ったら、みんな来たらぐちゃぐちゃになっちゃったらどうしようもなんないけどね。本当に遊びたい放題っていうか、もう誰もいないからやりたい放題っていう感じだよね。気分はいいと思いますけどね。もう観光できて、こんだけ広いビーチを一人でバーンって自分たちのグループだけで遊べるなんてあまりないから。メキシカンとタコスのお店は2時までって、あれ昼の2時のことかな、書いてあったんだけどな、昨日の動画で流したやつなんだけど、2時までって書いてあったような気がするんだけど、夜中の2時までやってないよね今時ね。やってないだろうな、昼の2時っていうことだろうな、多分きっとそう思う。夜なのかな。夜の2時までやってたらすごいことだよね今の時期に。他にお店ほぼやってないから、ちょっと便利かもしれない。今度確認しときます。海は気持ちいいよな。ちょっと行くとああいう綺麗な海を見るとなんかね、スッとするんだけどね。なるさんはゴールデンウィーク明けにサイパン行き決まったのかな。姉さん今は20時で閉店ですよねって。もうだいたい8時9時でみんな閉まっちゃってるみたいだから、みんな閉めてるって言ってたから。でも海坊主行ったら5時半ぐらいにやっぱまっちゃんと来てたりして、9時ぐらいまでなのかな多分。ここは忙しいみたいだからあれだけど、このとこはね、もうほんと苦しいっていう言葉しか聞かないもん。20時ぐらいで、8時ぐらいで、夜8時ぐらいか9時ぐらいでみんな閉めてると思う多分。じゃないと電気代もバカになんないから。知り合いのお店はネイルサロンなんだけど、月400ドルとか500ドルの電気料金がかかるって言ってたから、結構なもんだよねそれ。かなり売り上げで、売り上げても売り上げで税金取られちゃうから、サイパンって経費認められないから、これはねまた痛いところだしって、もうみんな悩んでるよね。どうしようか、続けていこうか続けていく前かって、この先良くなるのか良くならないのかって。あ、ダメって悩んでますみんな。だから今がチャンスかもしれない。何のチャンスか分かんないけど、デューティーフリーもねまだやってるし、セールって書いてあるから、何が売ってんのか中入ってないから見てないけど、中入って確認するのもあれだなと思って。前にデューティーフリーの動画撮ってたら、あんまりいないですよって言われたの。デューティーフリーの中で動画撮ってる人って言われて、あ、そうなんだと思って。
ちょっとそれからねデューティーフリー取るの控えてるんだけど、それデューティーフリーの従業員の人に言われたからちょっと控えてます。デューティーフリー取っちゃいけないのかなと思って、取っていいですかって聞いたんだけどね、その時も。で取っていいよって言われたからその時も入ってったんだけど、中の人にあんまりいないですよってなんか取る人って言われたから、なんかあんまり取っちゃいけないのかなと思って、それからちょっとデューティーフリーの動画を流すのがちょっとあれかなと思ってやめてるんだけど、取りに行くのを。なんだ、グランビリオの人とかはもうどうぞどうぞとか、クラウンホテルの人はみんなどうぞどうぞって言ってくれるんだけどね、ああいうお土産店はダメなのかな。何店舗かね、結構中国のお店は結構断られたからね、中映すのはダメって。だから昨日の動画のお土産屋さんもあるでしょ、ダイビングショップの隣のあれも、あそこも一応ガラパンだから、あそこにお土産屋さんがあることも知らなかったんだけど、姉さんあそこは涼みに行くとこですよね。デューティーフリー涼みに行くんだ。なるほど。ホテルじゃなくてホテルの部屋で涼まないでデューティーフリーでフラフラしながら涼みに行くんだね。休憩地点みたいな感じだね。あれうねさんだよね、隣のビルの ARC ってアクアリゾートクラブみたいに書いてあるって言ってた。書いてあった ARC って。で撮影禁止だった中は撮っちゃダメって言われたから撮らなかった。敷地内から撮る向こうかビル側を撮るのはダメって言われたから、だから敷地内から向こう側を撮るのはいいけど、反対側を撮るのはいいけどビル側を撮っちゃダメって言われたから撮らなかった。もう全部削除しました。何のブランドだかもう見たけどよくわかんないブランドだったから、私の勉強不足なんでしょうけど、建造はなんか2階にありましたね。見には行ってないけど。皆さんジバンシーのとこ、ジバンシーがあったのか、あそこ。ジバンシーかもしんない。 G で始まってたような気がします。取っちゃダメだって言われました。あそこ2店舗か3店舗あるじゃないですか。2店舗なのかな。2人の店員さんに聞いたら2人ともダメって言われたから、じゃあ取んのやめようと思って取りませんでした。ジバンシーか。ジバンシーなの？ジバンシーなのかな。ちょっとなんかよくわかんないなと思って、看板見なかったな。バッグとかこう並んでたから、それをセールセールセールって書いてあって、おしまいなんですかって聞いたら、おしまいじゃないって言ってたから、まだずっとやってるんだと思うんですけど、すごいセールっていっぱい書いてありましたね。ジバンシーだったんだ。見たのに分かんなかったわ。G っていうのは書いてあった気がする、バッグに。ジバンシーかあれ。ジバンシーって日本で流行ってんのかな。一時期ね、なんだっけGC じゃなくてグッチじゃなくて、
そんなようなマークの CC だかなんだかのちょっとお安めの、ちょっとそういうエルメスとかルイ・ヴィトンとかあの辺よりちょっとお安めのバッグたちが、バッグとか小物入れとかのブランドが流行ってたけど、何のブランドだか忘れちゃったから全然話にならないんだよね。デューティーフリー入ったとこにすぐ売ってたんだけど何だったかな、忘れちゃったな。一時期流行ってたんだよな、日本で。ダメだ、思い出せない、思い出せません。 CC ココじゃない、はい、出ちゃったな。ダメだ、思い出せないや。ダメだ、思い出そうと思うともっと思い出せなくなるのでやめときますね。そう、なるさんは来ないのかな、ゴールデンウィーク明け。独り占めできますよ、こういうカヤックとかも。とカヤック$30って言ったから、ダメダメにゃにゃ、ダメ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 だ。マニャガハ島もなんなら独り占めっていう状態になるかもしれないですよね。マニャガハ島も上陸してないからな、ずーっと。なんか飲み物屋さんも何もなくなっちゃったから、自分で持っていかなきゃならないっていうのがちょっと不便ですよね。ビールとかああいうとこ行ったらちょっとビールとか飲みたくなるじゃないですか。それがそこでちょっと買えない、冷たいのを買えないってなると、自分でクーラーバッグ持っていかなきゃなんないし、ちょっとその辺がまた不便ですよね。シリアさん、ドルチェ&ガッバーナ、それは人気あったけど、サイパンでは売ってないでしょ、ドルガバは。売ってた？ドルガバ売ってないと思うんだよな。パンツとガグぐらいは売ってたかもしれないけど、ドルチェ&ガッバーナ昔流行ってたよね。今はどうだか知らないけど。またそのバッグを思い出そうとしちゃったじゃない。なんだっけ、ここじゃなくて CC みたいなマークが書いてあったんだよな。全く興味がないから忘れちゃうよね。ダメだ、思い出せません。思い出せないや。何だったっけな。ダメだ、そこにはまると思い出そうという、違う、コーチかな、お姉さん、コーチかな、コーチじゃない、多分コーチ。ちょっとお安めで小さいバッグだったり大きいバッグだったり小物入れとかなんか流行ってたよね。コーチだよね、多分コーチのような気がする。で、中国の人たちも結構今のクラウンホテルの向かい側でブワーッといっぱい売ってたりして、確かコーチだ。それが何だったんだっけ、それが何だって話なんだけどまた忘れちゃった。そう、コーチ、ブランドの名前は多分コーチだと思う。あの辺は結構日本の人に人気がめちゃくちゃあったんじゃないかな。若い子が結構買ってたのを見た覚えがありますね。
これが何だっていう話だったのかを忘れちゃったよ。やっとブランド名を思い出したというのにダメだな。もう今日ね、別にね話すことをね何にも、いつも決めてないんだけど、なんか話題があったりするじゃないですか、新聞読んだりして。今日新聞読んでもなんか大した話題なくて、つかみたい話題がなかったんで、強盗の判決ぐらいしか、なんか昨日だか一昨日の先週の記事だったと思うんだけど、それぐらいしかなくて、あとはなんかあんまり大したことが記事になってないことが最近多いから、今日は特になんか掴みたいものが何もなかった気がするんだよね。気に留めようと思ったものもなかった気がして、なんかね、本当にゆるっとトークっていう状態になっちゃうんだけど、なんか聞きたいことありませんかって言ったところで、うねさんやしんやさんのが知ってるし、どうしたらいいのかしらって感じ。聞きたいことありますよ。聞きたいことだよね、きっとね。なるさん。多分きっとそう思うけど、違うかな。聞きたいことありますよ。なんですかね。何か聞きたいこと、私で分かることなら答えるんですけど、うねさんとしんやさんがいらっしゃってくれてるんで、うねさんとしんやさんが多分答えられると思うんですけど、何か聞きたいことありますか？なんだよこれ。また出たよ。昨日せっかく作った動画も自分でさっさと捨ててしまってたみたいで、本当に情けないし、ゴミ箱を探して、もうゴミ箱にもなくて全部リフレッシュをかけちゃったから、もうせっかく作った動画がねなくなっちゃったのはショックだった。それでどうしたんだこれ。ちょっとごめんなさい。ちょっとすいません。これどうなってるってこと？これでいいの？大丈夫だな。すいません、お待たせしました。サイパン、深夜さん、サイパン現在日本人何人ぐらい住んでますか？いやー、本当にわからない。帰っちゃってる人も多いらしいから、誰がいるのかもわかんないんだけど、私が会って知ってるのは1、2、3、4、5人ぐらい。絶対いるって分かってるのは5人ぐらいと、昨日ダイビングショップのスタッフさんがフィリピンの人で、その方の奥様が日本人の方でたまたまお迎えに来てて、6人は会ってる日本人の方だった。8年ぐらい住んでるって言ってたけど、ダメダメ、初めてお会いした方だった。で、初めてお会いするような方も結構いるんですよね。私長らく外に出てないから。何人ぐらい実際いるのかは分かんないな。
日本領事館の領事が変わってたことも分かんなかったんだからさ。いや変わってんのか本当かは分かんないけど。深夜さん、スパムとプリリングスの値段はいくらですか？いくらくらいですか？スパム2ドル2、3ドルじゃないかな多分。2ドル45とか書いてあったよね。2ドル49とか書いてあったのかな。スパム感。この間スパムの話が深夜さんと出た時にスパム買ったんですよ私。食べてないけどまだ。いくらだろう。プリングルスってお菓子だよね。いくらだろう。今度見ときます。プリングルス。あ、ここにあれがある。値段書いてないかな。これなんだ。あ、これプリングルスだ。プリングルスいくらだろうこれ。これプリングスだけど値段書いてないです。多分2ドル99ぐらい。うねさん、スパム2ドル75セント、プリングスは3ドル3ドル 50？ これそんなしないでしょ。3ドル50だったら私多分こんなの3ドル50じゃ買わないよ。プリングスそんなしないと思うけど、そんなするの？そんな高かったら買わない。これプリングルスだった。知らなかった。うちにありましたね。ポテトチップスみたいなやつだよね。プリングルス多分ね3ドルはしてないと思うんですよ、私が買うところは。でスパムはそのくらいだと思う。2ドル75セントぐらい多分。なんかそういうような値段。うねさん、カールが4ドル。高っ。カール4ドルもすんの？あれカールって日本でなくなったんですよね。違ったっけ？あるっけ？カールなんか日本でなくなったよ、なくなるだかなくなっただかって言っていうニュースをずいぶん前に見たような気がするんだけど。違ったかな。スパム安いですね。あ、安いの？安くないでしょ。2ドル75だよ。まあ、100円計算でいけば300円ぐらいだけど、一番日本と値段が違ったと昔思いました。プリングスとスパムってこと？スパムは日本で意外と高いって聞いたことあるな。スパムもね、すごい種類が今いっぱいあるから、本当にいっぱいあったから、なんかあんなに気にして見たことなかったんだけど、すごい種類が豊富で、値段も結構2ドルぐらいから結構高いものまであった気がする。お姉さん、スパム結び2ドル？あ、2ドルなんだ。スパムと昆布が入ってご飯があるやつだよね。スパム結びね。初めて見た時あれあまり
手が出るようなもんじゃなかったんだけど、食べると美味しいんだよね、意外と。スパムって焼いて食べるのが正解なんですよね、あれ。このまま食べるもんじゃないですよね。コンビーフとは違うんだよね。コンビーフは焼いても焼かなくても確かいいものでしょ。スパムは焼かなきゃいけないんだよね。ちょっとわかんないや。前に缶開けた時にこれはやあのスパム結びに乗っかってるのって焼いてあるのかなって、このまんまなのかなってどっちなんだろうって思ったんだけど、どっちだと思います？焼いてあるあれ。なんか切っただけで乗っけてあんのかなって思ったんだけど、そんなことないのかな。焼いてあんのかな。教えてください。このまんまパンに挟んで食べてますみんな言葉がおかしくなってきたみんな言葉がおかしくなってきました。みんなところどころなんかおかしくなってきたんですよ。そのまま食パンに挟んで食べるんだ。じゃあ切るだけなんだ。焼かないのあれ。パンから出して切るだけで食べれるんだ。じゃああれってなんか焼かなきゃいけないのかなって思ったんだけど、でもスパム握りのもちろん焼いてある。深夜さんもちろん焼いてあるの。なんかスパム握りに乗っかってんのってそのまんまなのかなって思うような感じがしたんだけど、焼いてあるんだあれ。やっぱ焼かなきゃダメよね。昔茶物料理でスパムと目玉焼きっていうのがあったから、私は前に目玉焼きとスパムで焼いて食べたんだけど、パンの蓋をナイフ代わりに切ってまする。そうなんだ。シュッシュって切れそうだね。そうだね。なんかそんでそのまま食べちゃうって感じなんだ。パンに挟んで。なるほど、そういうことね。今度スパムの値段もちゃんと移してこよう。いろんな種類があるからあんなに種類があると思わなかったからちょっとびっくりですだね。今日はねレタスを買ったらね、地元で採れたレタスなのかな。地元で採れたレタスは2房入ってタンチュンみたいな感じのレタスが2房入って3ドルぐらいだったんだけど、3ドル45ぐらいだけど、丸いレタス、アメリカからのレタスが6ドルいくらだったから、もう7ドル近かったからやめましたね。こんな高いのと思って。あとピーマン1個が2ドル99。もうピーマンもやめた。ブロッコリーにした。ブロッコリーは1房3ドルぐらいだったから、ピーマン1個が3ドルだなんてちょっと
手が出ない。高すぎるでしょ。ああいう風に高くなってくるとレストランとか大変だよね。ねさ、チャモロ人でスパムって名前の人いるよね。知らない、スパムなんて人。私はまだ出会ったことない。チャモロ人でスパムさん、チャモロ人だけじゃなくて他の人でもスパムさん出会ったことないですね。深夜さん、パン屋といえば恵比寿屋さんはまだありますか？ススペの方にあったやつだよね。いや、映像を今思い起こしてるけど、この間向こうの方行った時に恵比寿屋のあったところに恵比寿屋があったような気がしないんだけど、わかんないな。頭の中の記憶の映像はその隣になんか韓国料理屋さんみたいのがあって、わかんないや。恵比寿屋さんやってんのかな。恵比寿屋さんってずっと聞かないけど、だって恵比寿屋さんってあれ、いや、ないと思う。今余計なこと言おうとしちゃったから言わない。恵比寿屋さんないような気がする。今度見ときます。ね、来週あっちの方行かなきゃなんないことがあるんで、多分前通るんで見ておきます。恵比寿屋さんもあったよね。だって恵比寿屋さんのとこに岡田屋さんが入ったんじゃなかったっけ？違ったっけ？それは言っていいよね。岡田屋さんっていうのができたんじゃなかったっけ？違ったかな。私の記憶ももうご存知の通り曖昧なのでよくわかんないですけど、恵比寿屋さんってない気がする。恵比寿屋さんってひまわりができた時点でなくなかった？違ったっけ？あったかな。ダメだ、記憶がごちゃごちゃだわ。記憶がね、なんか岡田屋さんが恵比寿屋さんの後に入ったような気がしてたんだけど、違ったかな。違ったかな。なるさん、和食たくさんあるんですね。和食は金八さんと海坊主とひまわりさんくらいかな。あとなんかテニアンにできたって言ってたけど、テニアンに和食屋さんができたって言ってたかな。そんなにないよ。韓国料理屋さんのが多いかな。韓国レストランの方が多いと思う。やっぱ韓国の人がいっぱい来てるだけあって韓国レストラン多いですね。根強いところが多いかな。しかも
今日もここレストランの前を通ったんだけど、またやってなかったんだよな。なんか紙が貼ってあったんだけど、遠くからだから見えなかった。まあ、やってるのはやってるんだと思うんだけど、ここレストランじゃないや。ここレストランでね、ステーキハウス。ココナッツで、ここレストランいいんだよね。深夜さん、向こうに行かれるんだったら、チャランカノアビーチホテル見てみたい。チャランカノアビーチホテル、右側のとこだよね。狭いとこキュッて入ったところだよね。あそこはあの人誰かが買って、誰かが借りてて、日本の人が借りてたんですよ、あそこ。土地借り。チャランカノアビーチ、違う？いいんだよね。チャランカノアビーチホテルを日本の人が借りてたんですよ。マンスリーみたいな、年契約だったかなんかで、それがもう15年ぐらい前、もっと前かな、もっと前かな。チャランカノアビーチクラブってあそこでいいんだよね。アクエリアスタワーのちょい先ぐらいのところの右側、こじんまりしたアパートみたいなところがあるホテルだよね。アパートのような、ホテルのようなっていうところだよね、多分。あそこはだから個人の人があそこ丸々借りてなんかやってたんですよ、数年ぐらい。投資家を集めたりなんだりして、もう15年20年ぐらい経つんじゃないかな、それやってたの。そうでいいんだよな、チャランカノアビーチホテル。それからそのオーナーさんが亡くなっちゃって、それからはちょっとわかんないな、入れんのかどうかもわかんないやってんのかな、他の人に売られたかなんかで。日本のね、投資家の人が買ってあそこ全部やってたんですよ。で、日本からこう投資家を呼んでなんかやってたみたいですよ。この辺までしか知らないな。一応見てきますね。チャランカノアビーチホテル入れんのかな。入れないような気がするんだけど、入れんのかな。その当時に行ったのが最後なんで、どうなっちゃってるのかわかんないな。あっち側ってね、めったに行かないから、あっちの方が意外と賑わってるのかもしれないですね。こちょこちょお店、ワールドリゾートの前とかも結構お店あるもんね、あの辺ね。見てきます。用事がないとね、なかなかあっちまで行こうっていう気になれないよね。ガソリン代高いしさ。
ほんとなんかみるみる減っていく。日本もガソリン代高いのかな今。高いよねやっぱ。これだけサイパンとかでも値段が上がってるんだから日本も上がってるんだろうな。昔のように1リッター110円とかそういうのないんだ。いつの時代の話してんだよって言われちゃいそうだよね。日本も上がってるんだろうなガソリン。何でも物価は上がってるらしいから。それでもなんか日本ってやっぱ安いっていうイメージがあるんだけどね。消費税がいくらなのかも分かんないんだけど今日本の 10% になったんだっけ？ 10% のままだっけ？いやー全然分かんないよ。忘れちゃった。いやーなんか取った話題がないとなかなか前に進めないねこれね。ちゃんといろんなことを読んだりあれしとかないと頭に話題が浮かばないわ。いつも何か書いて残してるわけじゃないんだけど、何かちゃんと朝からじゃないけど昼から起きて何かを読んでこういうの面白いなとか、なんかピックアップっていうか頭の中でされているんだけど、今日何にも読んでなくてずっと外だったから今日そういう時間がなかったのもあるんだけど、で外に行ったんだけど何もこれっていうものを発見できなくて、海ばっかり撮ってもしょうがないしなとか思ったり、またこのホテル撮ってでもしょうがないしなって思ったり、なんかそういうので今日ね動画を結構諦めることが多かったんでね、また同じところだしなとかって思って、人がねいたりするんならまだ景色が変わるんだけど、何もいないから景色変わんないしなと思ってちょっと諦め入っちゃったんだけど、皆さんモービルで給油したらホットドッグ食べてました。誰が？モービルで給油してホットドッグを食べてたの？モービルでホットドッグが売ってたの？グアムの間違いじゃなくて、それグアムはほらね、モービルだかなんだかガソリンスタンドと一緒のとこにセブンイレブンがあって、そのセブンイレブンでホットドッグが食べれたけど、姉さんタコチさん歩いてじゃあ無理死ぬ、無理アウト、それ死んじゃう。なんだっけあれ4月にあるんだよね、みんな4月に今月あるよね、サンクスギビングデー。姉さんサイパンはマックサイパンはマックね、サイパンはマック。グアムはだからモービルだかわかんないけどガソリンスタンドとセブンイレブンがくっついてて、そこでホットドッグを自分でパンにソーセージ入れて、そこに玉ねぎ入れてチーズかけたい放題かけてってよく覚えてるけど、サイパンでそういうホットドッグのイメージが全くないんだけど、どこだろうな、売ってたのかな。サイパンはマックだよね。マックも高いよね、11ドル。
ずいぶん前に買った時にだいたいビッグマックかクォーターパウンダーウィズチーズとかっていうのを買うんだけど、それのセット11ドルくらいしたような気がするんだけど、高い。タコチョ山を歩いて登るなんか絶対無理。サンクスギビングデーだっけあれ、確か何の日かわかんないけど、昔スタッフさんたちが毎年1回タコチョ山を4月ぐらいに朝から4時ぐらいとかから山に登って歩いて山に登って降りてくるっていうのをやってたんだよね。皆さんマック出るときに飲み物をおかわりするよね。マックの中で食べたことない私だからおかわりもしたことないですおかわりできるんだ、知らなかった。マックの中でマックを食べたことがない。だいたいドライブスルーで買って帰ってきて食べる、それか海で食べるとか、そんな状態だったからおかわりできることも知らなかった。うねさん何でも知ってるなすごすぎる。ちょっと待ってください。水ばっかり飲んでるのがあれだと思って、お茶を粉末のお水に溶ける粉末のなんかお茶なんだっけこれ、買ってきたのに忘れちゃった。伊藤園のお茶美味しくないねこれ。焼酎に入れて飲んでたから昔美味しいって感じたのかもしれないなって今日本当に思った。そのまま水に入れて溶かして飲んでも何にも美味しくない。飲んだことあります？この伊藤園の粉末のお茶。まだティーパックの方が美味しいかもしれない。これだったらカテキンとかあって水に溶かして水飲むよりいいかなと思ったんだけど美味しくない。プラス焼酎とかじゃないとなんかあんまりいまいちな。ペットボトルのお茶の方が断然美味しいね。粉っぽいっていうのかな、これ粉を混ぜてカシャカシャして飲んでるのに粉っぽい。それだったらこの間アメリカ製かなんかのあれだ、紅茶のメーカーのお茶を買った方がまだ美味しかったな。紅茶のメーカーの何言ってるか分かんないよね。紅茶のメーカーの紅茶のメーカーも出てこないんだけど、黄色に赤い文字の紅茶のメーカーのお茶版があって、それ有名な紅茶メーカーね。それのティーパックが売ってて、それのが断然うまい。このなんとか園のお茶より。やばい、これもっと美味しいのかと思ってた。ちょっと残念。まがいものじゃないよね。深夜さんが偽物が多いって言ってたから、スーパー行ってビールとか見てたけどちょっと発見できずだった。偽物かなって、本物かなってビールもこう見てみたけど
偽物を発見することはできませんでしたね、今日は。まあ1件しか行ってないからあれだけど、リプトン、それですそれです、深夜さん、その通り、リプトンです。リプトンのお茶黄色に赤の文字、そうリプトンです。そこのお茶のグリーンティーのティーパックの方がまだ美味しい。このなんとか園のお茶より。いやちょっとびっくりだな、これ意外といい値段するのにね、日本のメーカーだから。中身偽物じゃないのって感じ。本当にこんな味すんのかな。なんで今ちょっと今日は早いけど、なんか喋ることが思いつかないんだけど、なんか喋る話題あります？こんなに何も読まない日って自分の頭の中に何もないものなのかなって思っちゃいますよね。何にも話題性がない。日本のこういうなんか X で出てくる日本の話題しか出てこないし、そういえばあれがあったね。イスラエルがまた大規模な攻撃を始めたとか、そういうのは知ってるんだけど、イスラエルが大規模な攻撃とロシアがウクライナにもまた攻撃したでしょ。ああいうのはちょっと知ってるけど、あまりあれかなって。深夜さん、偽物は中国人経営のコンビニみたいなお店で売ってた。今日日本中国人経営者のお店行ったんですよ。見つけられなかった。であそこは大きすぎるのかな、小さいとこ行った方がいいのかな。大きすぎたのかな。偽物ないかなと思ってちょっとまあお買い物もあったから寄ってみたんだけど、あんまり変なお店は嫌だから大きめのお店に行ったんだけど、発見はできなかった、私の目では。また見てみるけど、偽物だったら笑っちゃうよね。でもさん、ファミリーストアならありそう。どっかにはね多分あると思うんだよね、きっと。絶対と言っていいほど偽物のなんかビールとかある気がするんだよね。本当に深夜さんが言ってて、もう気になって見てみたんだけどね、発見できなかったんだよね。でもありそう、なんかありそう。これ本物かなって昔なんか思ったものもあるもん。なんかちょっと違うんじゃないのっていう風なお菓子とか似てるけどほぼほぼそのものなんだけど、なんか違うなって、味もちょっと違うなっていうのを感じるものって結構あるからね。だから多分そういうものが偽物だったりしたんだろうね。そこまで気にしなかったんだけど、なんかトランプさんは今日は何もまだ言ってないのかな。トランプさんが何か言わないとね、
ドル円もどっちに動くのか分かんないし、あれなんか言ったのかな。とてつもなく落ちてきてるけど、姉さん、クラウンの目の前の店、オーナーは昔遊びのお姉さん、今は大久保佳代子にのババア。誰？中国人？クラウンの目の前のお店、角っこのコンビニ、角っこのコンビニってことかな。オーナーは昔遊びのお姉さん。うん、それは聞いたな。だよね。新宿の人じゃないのかな。違うのかな。チャイニーズ。だよね。深夜さん、前はガラパン韓国系ピーヤばかりだ。なくなっちゃったよ、みんな。韓国系の、そう、チャイニーズコリアンとか韓国系の人のね、コピー屋さん多かったんだけど、そうですよね、お姉さんね。やっぱそうですよね、お姉さん。新宿のママ、そうですよね。あそこの角っこのコンビニのお店だよね。韓国系のコピー屋さんは結構あったけど、今やってない。タイパにいるのかもわからないけど、いるのかもしれないけど、結構ね、そこの人がここで今働いてるんだとか、いろいろ見たりする人もいるんだけど、亡くなってる人のが多いんじゃないかな、韓国のコピー屋さんは多分。流行ったね、そういえば韓国系コピー屋さん。でね、うねさん、その新宿のママさんっていうのは私聞いたことあるんですよ。あそこのコンビニのオーナーが新宿のママっていうのは聞いたことあるんだけど、その新宿のママっていうのがどの人だかよく分かってないんだよね。あの人かな、この人かなっていうのはあるんだけど、顔は思い浮かぶんだけど、どの人かよく分かってないっていうのが本当のところです。2、3人そういう人がいて、どの人かなって感じ。その人って兄弟でいなかったっけ？違うかな。大久保佳代子に似てるからすぐ分かるよ。そうなんだ。あんまり店の中までは行ったことないので見たことないんだけど、あそこはね、いつも角のお店は高校と電気ついてやってるからね、いつも元気だよね。力あるって感じ。そんな感じですね。もうあとは世界情勢がもうめちゃくちゃなのと、ドル円がまた落ちてきてるのと、144円いったのにやっぱり戻ってきたんですねって感じですよね。太っているのは弟の嫁さん。朝日のマッサージだったウェイウェイ。へえ、もうよくうねさんいろいろ知ってるな。わかんない、名前言われても全然わかんない。その辺のウェイウェイとか
全然わかんないや。ごめんなさい。朝日のマッサージだった人なんだ。なんか兄弟だか姉妹だかっていう話を聞いたことはあるけど、その人がどの人だかもわかんなくて、名前はもっとわかんない。名前は全然わかんないな。お付き合いがないからな、あの辺の人。なるほどね、ベイビーさん。20歳ぐらいのは姪っ子。あ、そんな若い子もいるんだ。お姉さんはもうなんかあっちもこっちもよく知ってるよね、サイパンのね。ほんと裏から表からいろいろとって感じで、全然知らないエリアの人かもしれない。見たことはあると思うし、もしかしたら喋ったこともあるのかもしれないんだけど、名前までは多分全然覚えてないっていうか、そういう感じのあれではないんだよね。どこのお店もね、今店員さん1人ぐらいしかいないし、ほんとね、昔の活気はないよね。まあお姉さんは知ってるんだと思うけど、最近のサイパンを見てるから。私はね、ほんと久しぶりにこの 1年半ぐらいやっとガラパンとかを見て回ったりするようになったけど、ちょっとセンセーショナルだったね、あの光景は。ちょっとショックだった。何がこんなにしちゃったのって感じ。コロナだけの問題じゃないのはもう絶対だから、なんでこんなになっちゃったのサイパンって感じで、すごいショックだった。だってね、テロの時だって911の時だって飛行機も飛ばなかったり、しばらく日本人は来なかったりとか、いろんな国の人が旅行を自粛して本当にね、飛行機からで飛ぶような状態だったことは続いてたわけじゃない。でテロの後 SARS があって、 SARS で飛ばなくて、で湾岸戦争になったりワーとあって、その34年間って34年かな、そのぐらいって、観光客がすごい減った時期もあったんだけど、これほどじゃないよね。うねさん、今度しゅうちゃんに取材動画お願いします。誰しゅうちゃんって。あれ、こないだも名前出てきたよね、しゅうちゃん。しゅうちゃん名前出てきたよね、この間。あ、タクシーの運転手のバングラディッシュの人っていうことだよね、その人って。確か。違うまた違うかな。適当なこと言ったかな。合ってる？タクシーのしゅうちゃん、違うかな。しゅうちゃんはココナッツ店の元オーナー。違う。その人どっち？どっちだ？タクシーの人ですか？
ココナッツ店の元オーナーですか？もしもーし。もしもし。その人どっち？ココナッツ店のオーナーかな、タクシーの運転手かな。じゃあタクシーだったら「タ」って入れてください。ココナッツ亭だったら「コ」って入れてください。両方同じ人？え、ちなみにそのタクシーの運転しましたよ。誰が？姉さんがしたの？タクシーの運転を。両方同じ人なの？あ、両方。ココナッツ店のオーナーでいてタクシーの運転手なんだ。なんだ、そういうことか。元ココナッツ店のオーナーで今はタクシーの運転手っていうことか。分かった。でも出会うの大変だよね、その人に。タクシー乗らないし、私どこに泊まってんだろう。第一じゃない、古すぎる。クラウンホテルとか、ハイアットあたりに泊まってんのかな。見つけて聞いてみて、その人がもしその人だったら取材しときます。うねさんが視聴者の方でうねさんという方が取材してこいって言ったんでって聞いてきます。でもタクシーの人なんてほぼほぼ見かけないんだけどな。同じ人か。そっか。ココナッツ店の元オーナーがタクシーの運転手さんなのね。よし。ちゅうちゃんの顔を知らないしな、大体が。分かってることはバングラディッシュの方っていうことしか分かってない。お客さん、まあ後ろに乗せて自分は前に乗ってって言われたから運転席に乗ってやったらそのまま客をホテルまで送迎。笑える。そう、ねさんがそう運転したんだ。飛行機じゃなくてよかった。セスナじゃなくてよかったわ、それが。怖いもんね。そのがその人なのか見つける方が。この間スリーんとこにいた人、でも英語喋ってたな、あの人。バングラディッシュの人って言ってて、タクシーの運転手やっててスリーしててちょっと喋ったんだけど、それ何って言って、その人はしゅうちゃんっていう人じゃないんだな、じゃあ。深夜さん、背が高い。うなさん、しゅうちゃんの名前、名刺送りますか？大丈夫、大丈夫。大丈夫。そのうち見つかるでしょう。背が高い。この間釣りのなんだっけ、あそこの船着き場、シュガードッグじゃない、また忘れちゃったじゃん。ガラパン協会の前の映像の時に映ってた人じゃないんだよね。ちゅうちゃん、英語、日本語話せますよ。英語喋ってた。この間の動画に出てた人ではないんだよね。お腹でわかりますよ。
ち切れそうだから。そんなデブなの？デブのバングラディッシュの人ってあんまり見かけたことないけどな。デブで背が高い。この間の動画でなんだっけ、あそこ深夜さん、なんだっけ、色が黒いいや、また港の名前忘れちゃったじゃん。スマイリードッグは違うし、シュガードッグじゃないし、ガラパン協会の前のど忘れしちゃったよ。さっき普通に喋ってたのに、マーケットやるところの動画でバングラディッシュの人とお話ししてる動画あったでしょ。お魚釣ってた動画。あの人バングラディッシュの人で、タクシーの運転手で、今暇だから魚釣りしてるって言ってたけど、あの人ではないんだよね。色が黒くて背が高かったよ。そんなにデブじゃなかったけど大きい人だったね。でも英語喋ってたな、普通に英語。でも日本人だって分かったら日本語で喋っても良さそうだけど、英語で喋ってきたから違う人なんだよね、きっとね。いつの動画だっけな、10回前ぐらいの動画多分。確か10回前ぐらい、わかんないやお魚釣りしてた人がいたよ、タクシーの運転手で。違うのかな。もういっぱいいるもんね、バングラディッシュの人って言ったってね。この間海にだってもう5、6人普通にいたわけだし、もっといたかな。もっといたよね。たくさん来てるから分かんないよね、最近では。しゅうちゃんっていう名前はよく昔聞いた覚えがある。でも知り合いではないと思う。桜マリンのあかりちゃんは知ってるけど、旦那様は知らないし。サイパンのバングラディッシュ人は牛肉食べます。サイパンじゃないバングラディッシュ人は牛肉食べないの？牛肉食べないの？あれ？どっかの人種の人、豚肉を食べないっていう時期があるって聞いたけど、しゅうちゃんはいろいろやり手です。そうなんだ。そりゃそうだよね。昔から名前よく聞くから。で今も残ってる人でちゃんとやってるんだからやり手だよね。梅さん、あかりさんダメです。ダメです。あかりさんダメです。同じ年なんだ。なるほど。
まああかりちゃんもあんまり喋ったことはないんだけど、数えるぐらい、一緒にこうどっかに行ったりとかなんとかっていうことはない。あかりちゃんもやり手だよね。旦那さんは見たことあるのかもしれないけど、ビーチで。でも私は分からない、どの人が旦那さんなのか。この間もいたのかいないのかも分からない。でもボスってマネージャーだって言ってたのがこの間の人だったから、うねさんの腕時計をしてる人、あの人の大ボスでしょ。分かんないな。何回かお家にお邪魔してるんだ。なるほど。やっぱこの辺に住んでんのかな、ガラパンとかに近いのかな、海から近いとこに住んでるのかな。全くそういう関係では全然ないので、そこまで知ってる人じゃないですね。ほんとみんないろいろ知ってるな。っていうか深夜さんもしゅうちゃんは知ってるんだね、じゃあ。お姉さんももちろん知ってるし、有名なんだな。という感じで、そろそろ今日はお別れしましょう。また、よかったら、いいねボタンとなんだっけ、チャンネル登録してください。今日も長々とお付き合いありがとうございました。また明日いい動画がちゃんと作れればいいな。明日なんかもう動画溜まってるんだけど、全然ちゃんと編集しようと思ったからちゃんとできなくなっちゃったんだよな。だからこういう切れ端を毎日出すようなことになっちゃってるんですよね。よかったら明日もよろしくお願いします。ちょっとモチベーションを上げるためにいいねボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。今日も、長々ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。おやすみなさい。またです。失礼します。おやすみなさい。おやすみ。いいツアーでビーチボーイやってた頃知ってる。うわ、いいツアーって聞いたことあるな。いいツアー聞いたことありますね。なるほど。多分その頃に名前とかを聞いたんだと思うんですよね。ビーチボーイのしゅうちゃんっていうことを聞いたことがあるんで、多分そうだと思います。ありがとうございます。皆さん失礼します。また明日です。おやすみなさい。終了。